こんにちは。システムエンジニア入門です。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、初めてのマイクロソフトアクセスと称して、マイクロソフトのデータベースソフト、マイクロソフトアクセスについて解説していきます。この動画をご覧になり、少しでも役に立ったと感じましたら、チャンネル登録、または高評価を押していただきますようお願いします。この動画では、以下の順に解説していきます。まず、マイクロソフトアクセスとは、マイクロソフトエクセルとの違いについて解説します。次に、マイクロソフトアクセスの画面の簡単な解説をします。最後に、サンプルの事案を使った使い方の解説をしていきます。マイクロソフトアクセスとは、エクセルとアクセスの違い。マイクロソフトアクセスとは、たくさんのデータを複数の人で共有、管理するためのデータベースソフトウェアです。データを整理するソフトとしてマイクロソフト Excel を利用されている方が多いと思いますので、Excel とアクセスを比較してみます。Excel では、複数の人が同じファイルを同時に編集する場合、ブックの共有またはブックの共同編集で行うことができます。ブックの共有の場合は、誰かが編集していると、ロックがかけられ編集できなかったり、共同編集しようとすると、マイクロソフト365に合わせる必要があります。その点、アクセスは、複数の人が同時に編集することを前提に作られています。また、Excel は数千、数万といったデータ量になると処理が遅くなります。アクセスは、データ量が多くても、あまり遅くはなりません。一方、Excel は、細かい分析をしたり、グラフを表示したりする点はアクセスより優れています。アクセスは、そういうことには向いていません。では、Excel とアクセスのデータ管理方法を、顧客管理のデータを使いながら比較してみましょう。まず、Excel の管理方法を見ていきます。左側の図をご覧ください。顧客データ全体はシートで管理します。名前、住所などの項目は列で管理します。一人一人のデータは行で管理します。次に、アクセスの管理方法を見ていきます。右側の図をご覧ください。顧客データ全体はテーブルで管理します。名前や住所などの項目はフィールドで管理します。一人一人のデータはレコードで管理します。このように、アクセスでは、まとまった単位を一つのテーブルとして管理し、テーブルの中には、フィールドという項目があり、データはレコードという名前で管理されています。アクセスの画面を説明していきます。まず、よく使う機能について画面を見ていきましょう。ここでは、顧客情報として、画面に表示されている顧客データがデータベースに登録されているとします。ここで表示しているデータは、機能を説明するために用意したデータで、実在する人の情報ではありませんのでご了承ください。では、画面を見ていきます。ここに表示されているデータは、データベースの中にある顧客データというテーブルのデータです。左上の表示のデータシートにあたります。では、デザインビューについて見ていきましょう。開いてみると、顧客データのテーブルで、顧客データの各項目、氏名や電話番号、住所といった項目を、どういう名前で管理するか、どういうデータの形式になっているか指定しています。この名前をフィールド名と言います。フィールド名とフィールド名の型、フィールドのデータ型を定義しているということになります。ホームでそれ以外に表示されているものは、クリップボード、フィルター、検索やフォントの設定などがあります。次に、作成のところを見ていきます。テーブルのところには、データを保存するためのテーブルを作成するボタン、フ
フィールドの名前や型を定義するテーブルデザインなどのボタンがあります。その横には、クエリウィザードとクエリデザインのボタンがあります。クエリとは、検索条件のことだと考えてください。クエリでは、Excel のフィルターよりも複雑な検索ができます。一例として、山が含まれている住所を検索すると、このような結果になります。クエリの右側にはフォームがあります。フォームは、データベースのデータを登録、更新、削除するための画面を作ることができます。サンプルの画面をご覧いただきます。このように、データベースの内容を操作する画面を作成することができます。フォームの横には、レポートの項目があります。データベースの内容を加工して、レポートとして印刷することができます。まず、データの内容一覧を印刷するレポートをご覧いただきます。次に、今回のような、郵便番号、住所、名前が登録されている場合、これらのデータから、はがきの宛名印刷や運送会社の伝票印刷を簡単に行うことができます。佐川急便の伝票を印刷するレポートをご覧いただきます。次に、外部データのところを見ていきます。外部データのところは、アクセス以外からのデータ読み込み、インポートとアクセス以外へのデータ出力、エクスポートの2つに分かれます。インポートは、Excel や CSV 形式のテキストなどから、データの読み込みを行うことができます。エクスポートは、Excel や CSV 形式のテキストを PDF、電子メールに出力することができます。最後にデータベースツールですが、データベース最適化、マクロ、テーブルとテーブルの関係を示すリレーションシップなど、専門的な内容に。では、アクセスを使った具体的な例を見ていきましょう。ここでは、納品管理の例を説明します。アクセスには、顧客の氏名、電話番号、住所などが保存されている顧客情報、商品名や価格が保存されている商品情報、納品日、顧客番号、商品番号、個数が保存されている納品情報があり、納品情報は顧客情報、商品情報と関連しています。このデータを使って、伝票を作るための納品情報を作成するとします。この納品情報には、納品日、郵便番号、住所、氏名、商品名、個数を入れるものとします。データを見ていきます。顧客情報、商品情報、納品情報はこのようになっています。納品情報から必要になるデータについては、黒字で表示し、使わないデータはグレーで表示してあります。求める結果は、これらを組み合わせて下段に表示されているようになります。では、アクセスを使って、この結果を求めてみましょう。それでは、アクセスの画面を見ていきましょう。まず、顧客データテーブルについてデザインを見てみます。顧客の番号、氏名、氏名かな、性別、電話番号、郵便番号、住所の項目とします。データは、先ほど見ていただいた通り、このようになります。次は、商品のテーブルについてデザインを見てみます。商品番号、商品名、価格の項目とします。データは、このように、鉛筆、消しゴム、ノートの3つがあります。次に、納品データのテーブルについてデザインを見てみます。納品データに、お客様の氏名や住所、商品名などは格納しません。お客様の名前や住所などをたくさんの場所に入れてしまうと、変更があった時に
たくさんの場所を直さないといけなくなるからです。納品データには、顧客番号、納品日、商品番号、商品個数を入れます。1番のお客様には、6月2日に1番の商品を10個納品しました。5番のお客様には、6月2日に3番の商品を4個納品しました。といった内容が登録してあります。ここで、納品データの顧客番号は、顧客データの連番、商品番号は、商品テーブルの商品番号を表します。テーブルのデータと別のテーブルのデータが関連づいているときには、データベースツールのリレーションシップで関連づけます。では、関連づけるところを見ていただきましょう。データベースツールのリレーションシップをクリックし、右クリックからテーブルの表示を選択します。今回、3つのテーブルが関連しているので、3つのテーブルを追加します。納品テーブルの顧客番号をドラッグして、顧客テーブルの連番にドロップ。納品テーブルの商品番号をドラッグして、商品テーブルの商品番号にドロップ。これで、テーブルの関係が作成できました。閉じるを押して、保存します。次に検索を行います。納品データから、いつ、どのお客様に何をいくつ納品するかを検索し、まとめて表示します。検索するためには、クエリのクエリデザインをクリックします。検索には、3つのテーブルを使うので、3つとも追加します。次に表示したい内容を選んでいきます。まず納品日を表示しましょう。納品日は、納品データの納品日のフィールドに入っています。次に、お客様の郵便番号、住所、氏名を表示しましょう。これらは顧客データに入っているので、順に追加していきます。その次は商品名を表示しましょう。商品名は、商品テーブルの商品名に入っています。最後、商品の個数を表示しましょう。これは、納品テーブルに入っています。表示する内容は以上です。クエリを閉じて保存し、検索を実行してみると、求めていた答えが表示されました。アクセスでは、このように、複数のデータを組み合わせて検索し、組み合わせて表示することができます。いかがでしたでしょうか？パソコンの中に入っているけど使ったことがない。使い方知らなかった。という方が多いのではないでしょうか？個人で使うシーンは少ないかもしれませんが、会社で使えるシーンがありましたらご活用ください。また、データベースの雰囲気だけでも体感していただけたら幸いです。